当時 PC80 っていう、IBM の交換パソコンですね、これを、FA 用産業用ということでバン組み込みの仕様にした、モデルになります。初号機っていうんですかね、これをリリースした直後ぐらいだったと思うんですけど、 GP シリーズ自体が操作盤のスイッチだったり表示ランプを、減らして小スペース化っていうところが当時の目的だったと思うんですけど、これに演算機能を盛り込んだりであったり、当時産業界にそのパソコンを持ち込むっていうのは少なかったんですけど、データサーバーとして使いたいっていうニーズなんかもあったんで、汎用機で HMI を構築するというようなコンセプトでスタートしたと思います。そうですね、当時はまだまだ突起部隊というのが全盛で、オリジナルの占めるウェイトっていうのは必ずしも多くなかった時代だったんですね。で GP で初めて、我々がオリジナル商品を作って、その次のモデルとしてパネルコンピューターをやるぞっていうことになって、そのメンバーに入れたっていうのはよしやるぞっていう気持ちは非常に強かったことを覚えてます。そうですね、革新的なポイントとしては2つあると思うんですけど、当時、PC といえば NEC の98シリーズ全盛だったと思うんですね。でその時代にワールドワイドを見据えて、IBM の PC80 互換機で、当然日本語をサポートしていないんですけど、当時メモリ空間が少なくてソフトウェアで実現できなかったんですね。でハードウェアでフォントを作って、それを、当時 AX パソコンと呼ばれてたんですけど、その形で、盤組み込みをできる形状にして作り上げたというのが一つのポイントだと思います。でもう一つは、キーボードレスで使えるように大環境性なんかもあるんで、全ての操作をタッチパネルでできるようにして、作ろうと。で、その中ではですね、数値入力であったりとか、どうしてもキーボードが必要な操作っていうのもあるんで、そういったものは画面にキーボードを表示してタッチで入力するとか、そういったところの作り込みも含めて、全てタッチで操作できるようにしたっていうのがポイントだと思います。そうですね、マイクロソフトが Windows7 でタッチパネルをサポートをしたのが数年前だと思うんですけど、そのすでに20年ぐらい前に我々はタッチパネルだけで操作できる産業用の PC を商品化していたっていうのは今考えてもすごいことなのかなと思います。今までだとボックス PC と大きな CRT のディスプレイをセットで持っていて、デモにも持っていけないようなシステムになるんですけどね、それが一体化して盤に組み込めて、汎用機として、今使われてるアプリっていうのは少なかったんですけど、今後そういったことができますよということに興味を持ってもらえる。液晶自体がまだ走りで、今のようにその ATM とかそういったものがあったような時代じゃないですから、非常に斬新だったと思いますね。PC っていうのは OS が起動する前に BIOS っていうのが、起動するようになってるんですね。でその BIOS っていうのは当然一般的なパソコンを想定して作られてるんで、我々が FA に持ち込もうとしたコムポートを増やしたりだったりとか、キーボードを使わずに起動が、完了するとか、そういったことっていうのはサポートしてなかったんですね。ですから当時確かアワードだったと思うんですけど、ソースコード契約をして、全くノウハウもないままにですね、高額な買い物をして、カスタマイズをして、特にソフトの担当者は苦労したと思いますね。でそれがやはり今でもそのメーカーで、BIOS をカスタマイズしているところっていうのは大手 PC メーカーのぐらいしかないと思うんですね。そういうノウハウを当時我々が持てたっていうのはいろんな意味で大きかったと思います。難しい質問ですよね。そうですね、技術者としてあるべき姿を教えてもらったところだと思いますね。
やり続けてれば、必ずゴールにたどり着くっていうのを教わった気がします。ProFace, for the best interface.